皆さんこんにちは。ホームメディカルクッキングです。発酵あんこ作っていただけましたか？7つの効能を持つ小豆、女性にぜひ小豆の効能を取り入れてほしいので、発酵あんこを使った3つの美味しいレシピを紹介します。あんこなんて毎日食べられないと思っていた方におすすめです。最初のレシピはシンプルで美味しいあんバタートーストです。発酵あんことバターを組み合わせることでコクと風味と栄養価がぐっとアップします。作り方、パンを焼いて乗せるだけです。今回のポイントはこのビール酵母を使ったパンです。ビール酵母とはビールの製造過程で使用される酵母のことです。ビール酵母のメリットは3つ。健康な体を維持するために必要な栄養が豊富。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、食物繊維など豊富な栄養が含まれています。2、腸内環境を改善する働きがあります。食物繊維が多く、腸内にいる善玉菌の餌となって善玉菌を増やすことで腸内環境を改善します。3、糖質を分解して消化吸収を促進します。糖質をアルコールと炭酸に分解する働きがあるため、胃もたれ、消化不良、食欲不振といった症状が現れた時に胃の機能をサポートしてくれる効果が期待できます。バターの効果は気圧を補います。五臓の機能を高め、疲労回復やストレスによるダメージの回復に貢献します。2、皮膚や粘膜に潤いを与えます。咳や便秘の症状を抑えたり、乾燥肌を改善したりします。このようにいろいろな効果があります。食事は食材の組み合わせによってその効果と体のバランスが変わります。ぜひ試してくださいね。2つ目、次はサクサクのパイ生地の発酵あんこを組み合わせたあんことくるみのねじりパイです。ひと手間加えたら手軽に作れるお菓子です。材料はこちら。作り方、くるみを袋に入れて綿棒で叩いて細かく砕きます。お好きな大きさに砕いてください。くるみは中国では健脳の木の実として常食されています。腎を補う作用があり、1、腰痛、2、下半身の冷え、3、耳鳴り、4、頻尿、5、老化防止などの改善が期待できます。次にパイ生地を伸ばして2割増し程度に広げます。2枚同じ大きさにしてください。1枚のパイ生地の上に発酵あんこを伸ばします。その上にくるみを乗せます。さらにもう1枚のパイシートを上からかぶせます。キュッと押さえておくところがポイントです。8本に切り分けて1本ずつねじります。上と下の部分をキュッと押さえて開かないようにくっつけるところがポイントです。できましたらクッキングシートの上に並べていきます。パイシートの部分に卵黄を塗っていきます。オーブンで600ワット15分から20分程度焼いて様子を見ます。電子レンジによっても違いますので焼き色がつくまで焼きましょう。完成です。オーブンでこんがり焼き上げたら外はサクサク、中はほんのり甘いあんことくるみのハーモニーが楽しめます。最後は米粉パンケーキサンド。ふわふわのパンケーキは米粉を使用しています。材料はこちら。作り方はまずパンケーキの材料を混ぜ合わせます。一口サイズに焼き上げます。少し冷ましてからクリーム、あんこ、いちごを盛り付けます。米粉は小麦粉に比べてカロリーが低いこと、小麦粉と比べてグルテンが含まれずグルテンアレルギーの人にも食べていただけます。米粉は低糖質食品です。そのため食後の血糖値が急激に上がりにくいという性質があります。糖質値が高いと血管に負担がかかって動脈硬化などを引き起こしやすくなるほか、エネルギー分が脂肪として体に蓄積されやすくなってしまいます。健康やダイエットを目指す方には低糖質の米粉はおすすめです。いちごは小豆と同様に血を糖質ダウンタイプの人におすすめです。いちごの効能は
1、水分代謝を整えて老廃物を排出します。2、肝の機能を正常化し、新陳代謝を上げるので朝食に食べるといいですよ。ふわっとしたパンケーキの間に発酵あんこを挟んで、甘さともちもち感が口の中で広がります。食材の効能を知って少しずつ食事に取り入れることが大切です。いかがでしたか？発酵あんこを使ったあんバタートースト、あんことくるみのねじりパイ、米粉パンケーキサンド、どれも簡単で美味しいレシピです。ぜひあなたも試してみてください。あなたの笑顔が周りの人も幸せにします。毎週土曜日にちょっとした体の不調を改善する食材やレシピを紹介しています。いろいろな症状別になっていますので、あなたの症状の話を見逃さないためにも、登録ボタンとベルのマークの2つを押してください。押していただくと新しい動画をアップロードした時にお知らせがいきます。応援していただけると励みになりますので、いいねも押していただけると飛び上がるほど嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。